おはようございます。ぶらり鉄旅チャンネルです。今日はララポート豊洲の船着き場に来ています。2026年4月26日に、江東区豊洲と中央区日本橋を結ぶ電動旅客船、日本橋 E ライナーが運航開始しました。今日は運航開始の一報を聞いて、早速乗りに来てみました。船の全長は17メートル、全幅は4メートルと小柄な船です。目玉はなんといっても電気で動く点です。ディーゼルエンジンの振動もないということでかなり良い乗り心地だそうです。同型船が2隻ありますが、今回はそのうちの2号機のようです。隅田川の橋の高さ制限でしょうか。かなりフラットな船で、海面スレスレの景色を見ることができそうです。乗船には前日までの予約が必要です。また当日でも空いていれば乗れるようです。実際物珍しさで乗ってみようという方が結構いたのが印象的でした。新定就航キャンペーンとして5月末まで格安の900円で乗ることができます。キャンペーン終了後はだいたい1000円くらいになるようでした。というわけで早速乗船していきます。流線形でかっこいい船体です。なんとなく500系新幹線っぽい気がします。船内は柔らかい椅子が様々な方向に向いて設置されています。どこに座っても景色を楽しめるように配慮されていますね。操舵室も間近に見学することができます。最新の船だけあって何やらディスプレイが並んでいます。あいにくあまり船には詳しくないのですが、すごく最先端なのは伝わってきます。左側にはバッテリー残量や出力状況が表示されているようです。このような経路で進んでいきます。片道約25分です。豊洲をバックで出て、晴海運河を進みます。永代橋をくぐった後、日本橋側に入っていきます。最初の橋は、旧晴海鉄道橋です。ここは昔、意外にも線路が敷かれていて貨物列車が走っていました。平成元年に廃止となりましたが、当時この一帯は工場が立ち並んでいて、石炭や鉄鉱石、大豆など様々な貨物を運んでいたようです。川幅は結構余裕ありそうに見えますが、橋脚と橋脚の間は意外と狭いので、操船にはかなり気を使っているようです。小刻みに舵を動かしながら無事通過できました。右手のコンクリートの囲いは貯木場の跡地で、昔はたくさんの木材で埋め尽くされていたようです。ズームするとスカイツリーも見えます。あいにくピントが合っていません。京葉線の越中島のあたりです。ここは3つの運河の合流地点で、正面の橋は相生橋と言います。関東大震災の復興事業として、最初に完成した橋で今見ても立派な作りです。なんだか少しずつ流れも激しくなってきたようで、操舵も小刻みに行われています。ですが電動の船ということですごく静かな運航です。後方のデッキが開放されていたので出てみることにしました。高さが低い船なので、本当に海面に近い景色が楽しめます。風が涼しくてとても気持ちいいです。タワマンやオフィスビルが立ち並ぶ中を進んでいきます。
相生橋を通過しました。前方には隅田川に架かる永代橋が見えています。ただいま本線は隅田川の支流、有海運河を航行中です。本流隅田川に入ってまいります。正面に見えます、アーチ型の橋、永代橋、くぐりますと、左手がもう日本橋が入り口になります。石川島公園と隅田川に架かる中央大橋が見えてきました。ここからがいよいよ隅田川の本流になります。ここで対向の水上バスとすれ違いがありました。水上バスはかなりの人気で人がたくさん乗っているのが見えます。あれから浜離宮やお台場方面に向かっていく船だと思われます。永代橋を通過すると、大きく左旋回をして日本橋側に入っていきます。フロントガラスにもろに波をかぶっています。カーブしているというよりかはドリフトしているようなイメージでした。いよいよ商人の街の日本橋側に入っていきます。左側にはミツカンの東京支店があって、看板がこちら側に向いています。進んでいくと新しそうな橋の港橋があります。橋脚には帆船のレリーフがあって、当時の賑わいを表しているかのようです。1679年からある橋で、想像できないくらいの歴史があります。操船はかなり難しそうです。ここからは真上を首都高が覆っていて、それの橋脚がたくさんあります。間に縫うようにして進んでいきます。緑の橋は茅場橋だそうです。近くに東西線の茅場町駅がありますね。多分駅から地上に出たことはないと思います。いずれ街を見学してみたいものです。もうちょっとすると左手には東京証券取引所が見えてくる場所です。この辺りは本当に操船が難しそうな場所だと思いました。右に左にくねくねカーブしながらなんとかくぐり抜けていきます。ですが将来、上を通る首都高が地下化されるということで、もうじき見られなくなる光景とも言えそうです。首都高は邪魔、と言いますが昔からの水運を道路という形で、現世に伝えている感じがして私は好きです。皆さんはどうでしょうか？川の両側には明治時代からありそうな石を積んである場所が点在しています。とても幅が広い江戸橋を通過していきます。すごく古そうな構造です。というわけで意外とあっという間ですが、日本橋船着き場に到着です。日本橋はいわゆる日本の道路の中心であります。首都高からでも道路原標の標識を見ることができます。ということで無事に到着しました。ゆっくりと丁寧に横付けされます。立派な日本橋も見えております。いつかは日本橋の向こう側を通る船にも乗ってみたいですね。現在の橋は1911年に完成したものです。
戦争の爪痕が残されていることで知られていますね。短い船旅を終えて下船です。紹介し忘れましたがトイレも完備されていて安心です。ありがとうございました。1時半にですね。高速道路がある景色も今のうちですね。歴史と近未来が融合した光景で、なかなかかっこいいです。鉄道やバスだけでなく、船に注目すると移動がさらに楽しいものにできそうな気がしました。ここまでのご視聴ありがとうございました。ぜひ一度はお乗りになってみてください。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。